やっぱり一番究極でしょう。シンプルでしょう、この釣りは。何よりも生まれたところが非常にフィールドに恵まれてたのもあって、シーバスも釣れたし、マゴチも釣れたし、ヒラメも釣れたし、めっちゃでかいメバルも釣れたしっていうので、やっぱり僕の中で釣りってもうご飯食べるのと一緒ぐらいの感じなんで、もうライフワークライフスタイルでもあって、もう結構やり込んでたと思います。アジングは非常に間口って広い釣りなんですけど、実際足入れてみて一歩二歩って前行くとゲーム性も非常に高いし、もちろんその中でもテクニカルな部分もあるし、何よりもシンプルでしょう、この釣りは。針一本でかけるっていうこの作業が、自然に左右されやすい釣りですけども、そういうシンプルさは他の釣りにはないんじゃないかなって思いますね。荷物も少ないし、シンプルで楽しむっていうのは、楽しむって釣りだけじゃないからね。それはもう外遊び全般で、釣り来て、キャンプしようがバーベキューしようが仲間と酒飲もうが、やっぱりそういう部分も含めて全体的で楽しんでるっていう感じあります。いいんちゃいます。スターになるつもりでアジングっていうのをやっぱり知ってもらいたいし、本当に楽しいゲームなんで、苦労することもあれば非常に喜ぶこともあるし、そういった波のある番組にはなると思うんですけども、何よりも楽しさが伝わってくれて、アジ釣りたいなとかアジングやってみたいなって思えるような番組にしたいなとは思ってます。なんかやりたいことなんかあるって言ってませんでしたっけ？トミーさんが番組の中でやりたいって言ってたことなんかありませんでしたっけ？そんなん言うてた？料理？料理もそうですね。なんかこれ今流行ってるからやりたい。電気ビリビリ。今暑いですね。今来てますよね、電気。来てますね。電気系は面白いですよね。今電気来てるんですか？今来てますよね。隠すんならなんかしっかり隠してほしい。結構でかい。うわー、えぐ大丈夫これ？これなんか番組で見たやつやんこれ。この音楽ちょっとこれ来るんじゃない？これ大丈夫？で1回目はほんまに来ないですよ、2回目1回やってもらって。いや、なんでやる必要あるの？いやちょっと待ってよ、もう僕も電気とか絶対嫌なんですよ。これどういうこと？どこ押すの？めっちゃ怖い。やばい。撮影終了です。お疲れ様でした。もう感度もクソも何もないですね。いった。レベル何もできました。こっちですよ。レベルはこっちなんですよ。あ、2やん。2か。2めっちゃ痛いって。いやもう無理。ちょっと今リアクション微妙だった。いやめっちゃ痛いから。ほんまに痛いから。使いにくいですね。今のリアクション。いや今のリアクション完璧でしたよね。いった。今の使えるかな。いや全然使えるって。もうやめよう。もう電気もうほんま嫌い。こういうのもありーので、ワイワイガヤガヤ楽しく、これを食らわないように釣ったらいいんですから、そういう楽しい番組にしたいなと思います。アジングもね深いですから、そういう楽しい番組にしたいと思ってますので、よろしくお願いします。もう一発食った。見てこの太鼓何やってんすかね。ちゃんと説明書読んで。バレるなよ。よっしゃ。右足のアジスタ。よ
よいしょ。まあ、今回はちょっと、まあ、パッキングもしっかりしてきてるんで、カバン一つで、まあアジングってこうライトゲームなんでね、そんなそこまでなんかめちゃくちゃ荷物もなくて、まあだから今回もなんかいやもうライトゲームなんで、そんなめちゃくちゃ持ってくるもんでもないからね。いろいろ入ってるよ。アルコールとかコーヒーなんかも沸かせるしね。テーブルとかね、テーブルとか、もう北海道のアジングも行くし、九州も行くし、めっちゃ行くけど、どこ行くにしても荷物は大体変わんないですね。うん、こんなもんすか。こんなもんあと増えるって言ったらテントぐらい違いますまあおのずと荷物も結構ミニマルな感じで収まってくるし、誰でも楽しめるところがやっぱりこの釣りの最大魅力ですからね。じゃあ釣れるってアジングやから、それは簡単に釣れるのがアジングやから、はい、大丈夫、任せてください。それそうっすか。いやもうさっきの見たやろ、月むっちゃでかい月で出たから、もう怖いわ、もう悪い顔してたから、あの月ちょっとそんな気配あるよね。まあまあでもちょっと昼間アジ見えてたからね、どうやって釣るかっすね。暗くなりましたね、夜。とりあえず今回は、夜のまあベーシックなアジングということで、まあ、僕もちょっとこうやってみようかなと思ってます。ここはね、まあ、小さい漁港の、まあ、漁港の中ではないけど、まあ、ちょっと常夜灯がポツンとあるポイントで、まあ、今満潮いっぱいなんで、まあ、いいタイミングで入ってるんですけど、まあ、気になるのはあの月ね、まあ、あれぐらいかなっていうとこかな。まあ一発目なんで景気よくね釣って第2回第3回といきたいなと思ってます。ということでいきましょう。アジスタの S の 0.8、これに魚ピンの 1.7 インチの赤ラメでいきたいなと思います。さあ行きましょう。スターへの道へ。ごめん。ロッド、EXR の57プロトタイプですね。ショートレングスのロッドを持ってきてます。すごい細いソリッドのロッドですね。軽いリグも扱えるし、ある程度の重たいリグ、まあ、1.5g 程度なら使えるっていうロッド。とりあえず中層付近を、0.8 のジグヘッドで、ジグヘッドちょっと見せつつゆっくりな感じで動かしてます。このちょんちょんとこう上がってふーっとこうジグヘッドがコンとこ一番初めはだいたい0.8ぐらいかな。いや結構ね1から始めることは多いんですよ。これだけは言いたいのは、ジグヘッドは何秒沈むとか絶対ないですからね。何秒で何メーター沈むっていうのは使うラインも違えば状況も違うし、潮の速さも違うんで、1g を使っててやっぱり分かりやすいのが、1g を使ってて20カウントでボトムつくんであれば、簡単に言うと10カウントで、中層っすよね、単純にね。で 2g 使うとどうなるかっていうと、20カウントで沈むのはただの倍になってるんで、まあ10カウントでつくって思ってもらってもいいです。でそういう今使ってるジグヘッドで何秒沈むかっていうので、こうジグヘッドを刻んでいく。そのためには 1g っていうのは非常に分かりやすい。そういう計算していくと結構イメージしやすいかな。決してそれが正解ではないけど、だけどイメージはやっぱり大切かなと思います。食いました。これアジっすよ。ああバレたー。一発目バラしてもうた。一発目バラしてもうた。アジでした。表層でしたね。ちょっと小さいやつかな。
したね。あーバレた何ですか。いやたまたまこんなことないんやけどね、ちょっと硬いんかな。硬いんかな、まだまだこんなもんじゃないから。甘いでしょ、吸い込みがね外れちゃうんですよ。よしかった、食いました。これはもらったでしょ。これいいサイズっすよ。そんなことないか。そんなことなかったはい、まあこれが多分表層にいるサイズですね。ちょっとある程度こいつを釣りつつ、もうちょっとレンジも下げながらいろいろ幅広く見ていきたいなと思います。とりあえず1本目。じゃあちょっとジグヘッド変えます。S の 0.6 に変えます。0.2 下げました。本当は 0.4 でもいいかなって感じなんですけど、まあとりあえずね、幅持たせるためにも見ました。はいはい、釣れましたね。0.6 になったんで気持ちスローには動かせれるようになってるんで、ちょんとこうちょっとここにいますよっていうのを見せながらスーッとこう平行移動するとコンと食いました。いいね。土俵層杉ちょっと入れてるんですけどね。はいね、こうアジはいたらこう簡単に釣れるんで、こんなんてあれですよ、もう食べ頃でしょ。アジフライなんかにはぴったりのサイズ。スーッと平行に移動させてやる。これでもね、あんまり引きすぎるとジグヘッドがすごいスッて動くんでね、そこはもうジグヘッドを感じながら動かしてやるっていうのが。ジグヘッドが平行移動するんですよね。こうロッドを上げていくと誘うんですけども、ジグヘッドを平行移動させるっていう動かし方。出ました。やっぱりちょっと下でしたね。はい、ちょっとサイズアップね。まあ表層付近でちょっと当たりが数頭なくなったんで、5カウント入れてあげて、ゆっくり見せていく釣り方ですね。いい感じちゃいます。なんかボロボロボロとね。なんやねん、なんかうわ当たり方アグレッシブなんてアグレいや電気ではない、電気つけたらもっとそうアグレッシブやな、食い方がガツってなってく、ガツガツっていう食い方になってきてる。最初前半パサパサやったけど途中ボコンボコンっていうね。ちょっとずつ上がってきたでしょ。音変わってきたもん。カボカボって、ね、10カウントいきましょう。あ、10カウントレンジぐらいにおるな、やっぱり。やってもらった。完璧な当たりやったのに。おる10カウントにおる。ほら
レンジを見つけたらこっちのもんでしょう。展開が早いな。なんかすごい面白いっすよね。この10分15分の間に変わるからね。こっからっすよ。月がだいぶ上がったんでちょっと警戒心強くなったか。高い堤防のシェードに行くとかね、逆にちょっと深場に入れてやるとか、結構こうシェードができやすい場所っていうのは結構釣りやすかったりしますけどね。アジっすよ。いや食いました。今のは手前でしたね。ここにちょっとブロック沈んでて、そのシェード付近なのかな、食いました。見失ったって思ったらまたやり直していけばいいですよね。今まで明るい側にいたんで、次暗い側の上から探っていって、こればっかりもねあんま良くないですよ。だからなるべく広範囲探っていくっていうのは大事ですね、見つけるときは。いや目標は25以上はちょっと釣りたいなと。25ね、はいってテレレレレレレレくるんじゃない？そうですね、でもこれ当たるかどうかわからないですからね、僕は。さあみんなでやったらそんなもんチームですやんかそんなんもうみんな仲間でしょ。撮影ってそんなもんでしょ。そうでしょ。やるんならみんな一緒にやらなね。そうそう。これ何がいてんのこれ、魚。メバルやん。うわめっちゃでかいあいつ。釣りたいな。結構いい引きやな。これアジやったらでかいよ。これアジやったらでかいからね。お、アジっぽいぞ。マジで言うてんの。アジやな、これでかいよ。バレるなよ。おっしゃ、来た。来ました。スターになれましたね、これ。25は確実にあるっすね。10カウントを沈めてちょんちょんってカーブホールで探ったんですよね。そこ入った。まさかのいい引きアジほら全然いいよねこれ。25アップなんなんそのなんかもうチームや言うてるやろだからほら、いやなんかさ一言多ないなんかギリギリですねとかなんかいやなんかもっと喜んでほしいやんチームやんけ今日夜中天の川出るっすね。天の川撮りに行ってるんですよ写真よく。はい、天の川はねこの間撮ったのがフォローしてねフォロー先週撮ったやつ。これ広島、これ北海道。
これだから10月になってくると縦になるんです、天の川が。ここにいますけどね、今。あそこに天のいますここにおるここにまあ今回ちょっと月夜なんで、見た感じざっとねパーっとこうちょっといろいろありましたけど、魚がいるっていう場所は、まあ、常夜灯もちろんあと隠れれるシェードが近くにあるっていうところはなんか魚いますね。ここだったらちょっとこう浮いた桟橋だったりとか船だったりとかが近い、ざっと見た感じそんな感じっすね。増えました。やっぱちょっと底付近ですね。これもいいっすよ。これもいいっすからね。うわ、これでかいよ。バレるなよよっしゃ、見てこれ何やねん、もうナンバーワンやんけね、ましたね。もう見てこの太鼓めっちゃ太いもん、サイズの割には。めっちゃいいサイズ。むっちゃ引いた。筆の下も一気にいきそうやったからな。ちょうどライトが明るくてボトム付近がすごいこう岩と砂が入り混じってたんで、ちょっとそこら辺付近探ってみたらいました。いいのね。これはなかなかいいと思いますよ、本当にクオリティ高い。この魚は完璧、ね、いや長さもいいけど太さがもう最高。イスキっぽいいやそういうどういうこと？アジングスターみたいな。だけもらいましょうか。 OK です。結構夜っすけど、こんなもん。こっからこういきましょうか。はい、はい、じゃあいきますね。はい、タイトルまでお願いします。3秒前、3、2。富安市のアジスタ。なんかちょっとダサいっすよねこんななんか今のこの令和になるって言うてんの、こんな3メーター4メーターぐらいあるかな、3メーターぐらいかな。でそっからなだらかにこう砂のボトムになってるんで、その付近を見せてた感じですね、そうするとコッてこうちょっと変えます。ワーム、フィジットヌード 2.7 インチ、ちょっとこれでやってみたいと思います。銀粉しらす UV ですね。さっきの魚ピンと違うのは長さですよね。で 2.7 インチってなると結構長いなっていうイメージ多分あると思うんですけどね。シェイプがすごい細いんで結構ね違和感なく小さい味も口使ってくれるんですよ。僕の位置づけとしては強波動のワームではないんですよ。どちらかっていうと魚ピンの微波動の部類、それの、長いバージョンで、イメージとしてはちょっとロッドアクション入れると微波動から一気にこうちょっとこう波動を生むんで、長いものに反応しやすいんで、アジっていうのはサーチ的に使うことも全然できるかな。どちらかっていうと今みたいにボトム付近で釣るときだってジグヘッドを落とすとワームがその後にこうペタンと倒れ込むようなで、浮力も高いんで極力かなり細めたワームなんで置いておくとテールがふわってこう立ちます。でまたパンパンってボトムつけるとふわっとこう一回沈んでまたそういうような、まあちょっと当たるかどうかわかんないですけどね、
まあ多毛類パターンとか、まあ多毛類がボトム付近バチとかですよね。そういう時は結構僕使うんですけどね。やっぱりね、めちゃくちゃ長いワームになんか反応する時とかあるんですよ、やっぱり。で、腹さえてみるとやっぱりこう誤解が入ってるとか、特にこういったちょっと砂の地質のところは多いですよね。やっぱりちょっと多毛類がね。もちろん今はもう網が主食なんですけどね。網が主食なんですけど、まあ、そういったのもちょっと頭に入れとくと、だいぶ潮低くなりましたね。うわ、やってもうた。うわー、食った。もう一発食ったわ。これアジっすよ。これもいいサイズやわ。そんないいサイズじゃないわ。おい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 、そのなんすか、そのみたいな、そのこのシェードっすよ絶対。しゃーやりましたね。最後はやっぱりアジでしっかり締めましたね。よかったです、はい、バッチリでしたね。今回はアジで始まりアジで終わりね。強いものと弱いものはすごい出てますよね。やっぱり現代がまた口使い出す、まあ金魚が口使い出すとやっぱり金魚ばっかりになるし、アジ入ってくるとやっぱり次金魚口使わないですしね。食った。合わしてもうたわ。もうあかんねこれよ。もう現代が続いてるからいい場所でこいつが食うってことはいけてないってことですよ。いけてないと。これがまた釣れんくなるタイミングでいいかもしれないですけど。はい、まあ1回目の、アジスタですけども、無事、魚も釣れてよかったんじゃないかなと。非常にね、多分ね、見てて思ったと思いますけど、手軽にこういうのが釣れて、ちょっとのやり方変えるとやっぱりね、本当にいいサイズが釣れるんで、ぜひ皆様もハッシングやっていただいたらなと思います。多分楽しい釣りが待ってると思いますので、まあ1日、まあ、2回目もねちょっとどんな釣りするかはまだ決まってないですけども、まあより楽しくゆるくまた面白い釣りができたらなと、思います。ということでお疲れ様でした。せっかくなんでこれ見えてたもん、もうキラキラしてたもん、このシルバやっときましょう。ー。いやこれちょっとね、何記念でやるのこれ。いいの釣れた記念ですよ。もうただの出したがりやからねそれ。いいの釣れてもやる、いいの釣れなくてもやるってもやるってもせっかくちょっともう紹介しちゃったんで。もうそうやね。まあせっかくね1回目やし、あ、そういうことね。一回ちょっとやりますね。やらんでいいんでしょこれ。これはやります。あのね、何やってんすか。しかも今両方来てるからどないやねんほんまに。何が1回目何もしなくていいですよや。ほんまなんですよ。これはほんまっすよ。今思いっきり来てたから2つ見た今
何やってんすか何やってんすかね。ちゃんと説明書読んで。いやでも行くからうちはもんね。ほんまにカラオケほんまにそう。いや今ほんまに来てるから、ちょっともう一回電気行きましょうか。あれでしょ、押さなかったら押しました。いや何もしなくていいっていうだから、普通に持ってたよ俺。それで走ったんですか。それで普通に両手来たから。それは多分あんたの時なんですよ。いや何の間違いやもう。